ヤフオクで手に入れたアクセサリーのジャンク山。見た目はただのガラクタに見えるかもですが、中には本物の金や銀が紛れ込んでいることがあります。今回は最後に発掘品の査定を行います。果たしていくらになるのか、ぜひ最後までご視聴ください。また指輪です。指輪はじゃあこれですね。この結構綺麗なやつです。はい、紫色の石がついてます。素材を示す刻印はシルバー925ってなってます。この緑色のペンダントトップレスで光をこう当ててこうやって見るとね、結構透けて見えるやつなんですけど、どうでしょうか。はい、残念ながら素材を示す刻印はありません。こんな感じの、緑色の石がついてます。ちょっとね、拡大すると気泡ではないんですけれども、なんとなく素材の感じが、気泡がはっきりついてればなんかあれだったんですけれども、わかりません。でもなんか染色したような、この辺ですね。外は透明なのに、中にやっぱり模様が、入ってる模様が微妙に色をつけたような感じをしてます。はい、そういった、こうやって見ると綺麗なんですけどね。こちら、女ね、ブレスレットです。超細くて石がいっぱいついてるやつですね。つけるとこんな感じです。で、これが925の刻印があって、このちっちゃい石はですね、多分このカットの長さがいかにもキュービックジルコニアとかいうやつだと思われます。はい、見てください。こんな感じで綺麗です。で、ちっちゃい石がいっぱいついている。これはテニスブレスですね。テニスブレスです。と思うんですが、この石がね、カットに丸みがあって、この辺なんかそうですね。パセットって呼ばれるカットがね、かなり丸くなってるんですよね。で、ダイヤモンドはこんな丸くならないので、多分キュービックジルコニアみたいなやつだと思われます。ここに刻印がついてました。はい、ちょっとエンボスというか陥没してるタイプなんで見づらいんですけれども、おそらくこれ925です。で、見た目の感じもこうかなり内側も抜けてるし、かなり軽量にね作ってあるので、多分これ銀かなと思われます。銀もね、今どんどん値段が上がって高くなってますので、これも検証の箱に入れていきます。では次行ってみましょう。次どっち行こうかな。今これで最後なんですよ。2つ、この金色のなんかメダルと、あとなぜかね、このピアス片っぽしか使ったやつという状態です。で、じゃあピアスから見てみようかな。なんか変な刻印というかマークというかはあるんですけれども、いわゆる素材を示す刻印はないです。で、表面のね、この感じからおそらくメッキ製なのかなと思われます。で、このピアスのポストが立っているところ、ポストがね、たまにこう金でできてたりする場合があるんですけれども、これには刻印がないですね。で、ポストを立ててるこの元の部分ですね、これがこんな状態です。こちらを検査ですね。ちょっと削ってみてね。もう
ね。削ってすぐ分かるやつです。硬いんですよ。硬くて、親戚の方が負けちゃうような硬さのものです。多分切ってみれば。はい、外側と中の色が違いますね。外側黄色でメッキをもう切ったことでひび割れて剥げてしまっています。あとはこのポストの部分ですね。コーク品がないのでちょっとあれなんですけども、削ってみます。で、不思議とさっきの外側は硬かったんですけど、ポストはそんな硬い印象はなくて、まあ、柔らかい感じですね。で、削った後も、特に何とも言えない状態です。これご覧ください。これね、テスターでやっても消えないんですね。なので、これは、見えるかな、見えないかな。これですね。ちょっと見えづらいんですけど、この部分。これもしかしたら金かもしれないです。で、直接、つけてみます。はい。こちら、何にも書いてないので、何の、その日が、何金なのかわかんないんですけど。はい。ということで、この先っぽですね、片っぽしかないんで、1本しかないんですけども、このポストの部分だけは微妙に、銀じゃなくて金という、可能性が非常に高いものでした。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後ですね、こちらです。これ金かなのっていうやつなんですよね。もう大きくて、で、結構重いんですよね。で、作りがなんか独特です。はい。はい、こちら。こんな感じのね、金貨っぽいペンダントのトップなんですけれども、こんな感じなんですよね。1986年って書いてあって、で、この表面はね、プルーフみたいに、ガラスかプラかわかんないんですけども、なんか加工あります。で、こっち側、多分、取れちゃったんですね、プルーフ加工のこの、表面の蓋みたいなのが。これがないんですね。で、なので、ちょっと色が変わってしまってるんですけど、持った感じは重いということで、今、これだけ重さを測るとですね、なんと 25.1g もあります。なので、これがどういうあれなのか、ちょっと気になるところなんですけれども、ちょっとすいません、しつこいようなんですけれども、この腹のところに K18 の5M って書いてあります。3M、0.5M、あと、これが 5M って、ちょっと熱いって意味なんでしょうけど、なので、この部分は、メッキですね。メッキって書いてあるんで。ただ、中に入ってるこのコインが、何でしょうか。模様とか、こういう細かいね、溝とか見ると、ちゃんとしてるっぽいんですけれども、ただここ、緑色がちょっと出ちゃってますね。で、色も黄色がちょっと黒ずんだような感じになってて、で、多分これ消しの花なんですよね。消しの花があって1986年って書いてあって、表はこんな感じです。もうだいぶ黒くなってしまってて、エリザベスで、2ポンド、2ポンドの効果です。これは外側が金メッキのこの枠で、中は実は銀貨なんじゃないかなと私は思っています。と言ってですね、前のマント金貨みたいなやつが実は銀貨なんじゃないかなって言ってたんですけど、実際ね、検証して切ってみたら、普通に銅でしたね。銅貨に金のメッキをしたやつだったんで、ちょっと、当てにならないところはあるんですけれども、これもね、怪しいんじゃないかなと思ってます。なので、まず枠から出して、中を見たいんですけど、できれば、
あんまり壊したくないのはあるんですけれども、ガラスですね、これ。割れちゃいましたね。危ないですね。はい、ガラスでしたね、表面のこの、なんていうんですか、加工は。で、今無理にやったら割れちゃいました。でもおかげでコインがやってくれると思うんですよね。反対側多分割れちゃったんでしょうね。反対側にもこれついてたはずなんですよ。はい。なんとかですね、無事に取り出すことができました。こちらのコインなんですけれども、何かしらの加工がされたものなのか、ちょっとわかんないので、これの検証箱に念のため入れていきます。で、枠はね、これもう、多分使えないと思うので、これはメッキ品ということで、こちら置いときます。で、結果ですね、これ、こちらですね、発掘、終了ということで、これだけのものが、取れました。はい、本日、発掘の成果物はこちらになります。で、銀と、あとは金と思われるですね、ものがこちらにあって、あと、こちらメッキですね。枠と、あと、ピアス切ったやつがメッキのスクラップです。では、こちらですね、概算で、ざっくりですね、いくらになるのか、この銀の方ですね、銀が取れるんではないかと思われている、こちらの査定をしてみます。はい、すいません、これになってます。で、まず一つ、この部分が銀の可能性があるんですけれども、取り外さないと、わかんないんで、こちらカットワイヤーですね。はい、こんな感じで始めました。で、これは吸入刻印があったのと、あと、これですね。これもシルバーの刻印がありました。で、これは多分違うと思うんですよね。あとはこの小さなパーツを、で、あとこの小さい玉ですね。玉をすごく集めていきます。シルバー925 1g あたり250円で 21.2g 5300円。計18 1g あたり17,200円。0.04g で688円です。合計で5,988円です。今回の発掘結果はこんな感じになりました。ちなみに金とか銀とかはないのですが、ヤフオク出品やってます。それとジャンク鉱山ラボの公式ブラウザゲームも作っています。よかったら概要欄から覗いてみてください。今後もこんな感じでジャンク品の発掘と検証を続けていきます。もしよかったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。I hope you have a wonderful Christmas.